切腹の作法。切腹には作法というものがある。切腹する人を切腹人。これに付き添い、切腹人の首を切り落とし、検視役に首を見せるなど、切腹の補佐を行う者を介錯人と呼ぶ。腹部を切り裂いただけでは死に至るまでに時間がかかり、非常な苦痛を強いるため、通常は介錯人が切腹直後に介錯を実行する。切腹の際の腹の切り方は、腹を一文字に切る一文字腹、さらに縦にみぞおちからへそ下まで切り下げる十文字腹が望ましいとされた。しかしながら体力的に実行は難しく、介錯人がいない場合、喉をついて絶命することが多かったそうである。切腹人は検視役に黙礼し、右から肌脱ぎする。左手で刀を取り、右手を添えて押しいただいてから右手に持ち替える。左手で3度腹を押しなで、へそを下げた高さに左から刀を突き立てる。切腹人が刀を引き回す頃合いで、介錯人は首を皮一枚残して切る。皮一枚残して切ることを抱き首と言い、こう切るのが礼儀とされた。抱き首の形にするのは、首が飛んで落ち土砂で汚れるのを防ぐため、または体を分割するは親不孝との儒教思想の影響があるため、あるいは討ち死にには敵に頭を向ける前のめりの形が美しいとされ、胸にぶら下がる首の重みで体を前に倒すためとも言う。ただし切腹人があえて首を切断することを希望する場合もあり、必ずしも抱き首にしなければならないということはなかった。首を一刀で切り落とすのは剣術に長けたものでないと務まらず、下手な解釈ではしくじっては何度も切りつける事態になりかねない。介錯人は預かり人の家中の者が務める建前になっていたため、解釈の失敗は武術不心得として預かり人の家の恥とされた。そこで家中に腕の立つ者なければ他家から人を借りることもあった。江戸時代中期には切腹自体も形式的なものとなり、担当でなく扇子を置き、それに手をかけんとした瞬間に介錯人が首を落とす方法が一般的となる。なお平穏な江戸時代にはどうしても腹を切れぬ武士も少なからずおり、そのため切腹ならぬ一腹という服毒自殺の方法も用意されていた。以上、ウィキペディア切腹より編集引用。自殺および自殺幇助の作法まであるとは実に日本的。つくづくパターン化するのが好きな国民である。